さて、じゃあね、このルナを使っていろいろやってみようと思いますが、そもそもルナというのは何かというと、私の目の前にもありますけど、このユニバーサルオーディオの、こちらはアポロのツイン X ね、デュオ。で、これがユニバーサルオーディオ UAD2 のサテライトですけど、オクタですけど、こういうふうに、ユニバーサルオーディオのこのインターフェースとかこういうやつを買ったら無償で使えます。これはダウンロードして使うんですけどね。だからユニバーサルオーディオユーザーはルナを使えます。すいません、今現在は Mac 版のみですけど、もうすぐに使える状態でダウンロードして使ってください。さあ、実際どうやってやるか。ルナ、今こう立ち上がると、この画面になります。ね、こうなんかやる気にさせる、なんかかっこいいですね、色味もね、ちょっとブラックでね、サイバーな感じで。で、上にトランスポートバーがあって、で、ここにトラック、小説とかありますよね。で、一番最初はこの一つのフェーダーが今出てますけど、これメインのフェーダーで、なんつうんだろう、インプットとアウトプットを両方統合しているような、トラックですね。で、ここで、このメニューバーのところにあるトラックっていうところで、ニュートラック、ニューインストゥルメントとありますけど、当然ね、このルナを、買うとですね、もちろんインストゥルメントいっぱい入ってきますけど、それ使いながらちょっとやってみましょうか。ニューインストゥルメントで、まずソフトシンセを立ち上げます。そうすると、このシェイプっていうのが来ますね。このシェイプというのが、ソフトウェアインストゥルメントなんですけど、いい音ですね。今はこれで。いい音してるね。これ全部で4つここにレイヤーできますけど、今はピアノが立ち上がってる状態なんですけどね。これで、ここにインストゥルメントって来たの分かりますね。ということです。で、ここで、じゃあ何の音色を使いますかっていうところで、このシェイプ、プリセットってのを押すと、この画面に、そのシェイプのいろんなプリセットがぐわーって出てきます。で、その中からいろいろ選びますけど、例えばじゃあ基本的なことやっておこうかな。じゃあドラムを、じゃあこの OWD ってやつを、キット1個、来ましたね。いい音してるね。ちなみにいろいろありますよ、これ。違うの見てみましょうか。こう。エコーキット。なるほどね。アナログ。なるほど。いい音してますね。ということで、生系のやつやってみるかな。で、じゃあドラムにしますって決めたら、もうここの、インストゥルメントの名前をね、こうやってここで名前を入れます。ドラムス。入れます。ドラムス。入ってね。で、このトラックはドラム用のトラックになりましたということなんですよ、これで。で、ここのところでレコードボタンを押してやって、ここのトランスポートのここで、これやってやると、入りますね、こうね。で、メトロノーム入れましょうか。で、メトロノームもここでクリック、どうやりますか、クリック。クリックを当然、レコードの時になって、プレイバックの時に鳴らさないようにしましょうかね。で、カウントが、1小節カウントあってから、やってから録音しますよと。で、じゃあ普通のちょっと8ビットっぽいの入れてみようかなと思うんだけど、これね、いきます。ワン、ツー、スリー。
こんな感じにしましょうか。で、入りましたね。見事にピアノロールなってますね。ちょっとよれてしまいましたね。で、よれてしまったらば、当然、こうやって選んで、クオンタイズっていうのが、ここに見ると、クオンタイズが、ここにあるの分かるよね。クオンタイズノートとクオンタイズセッティングってのなんだけど、ちゃんと、ショートカット、コマンド U でなるようになってますけど、下のクオンタイズセッティング見てみましょうかね。ちなみにこのクオンタイズセッティングってのは、ここでもクオンタイズセッティングがこれ出るんですけど、ここで、じゃあ8ビットだから8分の1にしようかな。8分の1にして、この状態で選ばれてるので、クオンタイズってやると、ピッとこう、今、クオンタイズがかかったというね。プレイバック。いい感じじゃないですかね。とてもいいと思いますね。で、ドラムできたんで、じゃあもう一つエレピで、ちょっとコードを決めてみようかなと思いますけどね。で、ここでまたトラックのニューインストゥルメントで、シェイプを選んで、ここでエレピを選ぼうかなと。で、このキーズの中の、このタインマーク 1LT ってやつにしてみましょうか。これで、大丈夫ですね。いいね、このエレピね。じゃあこれを録音してみたいと思います。頭に持ってきて、何しようかな。F メジャーセブンス。G、A マイナーみたいにしようかな。いきます。いいんじゃない？という感じで入りました。これも、当然クオンタイズをしたければ、選んでやって、さっきのこの9というところ、押してやって、8分の1なり、その自分の感じでこうやって、クオンタイズってやると、ピッタンこうなりましたね。プレイバック。いいね。よし、これで今度はベースを入れようと思うんですけど、ベースはね、じゃあシンセベース入れるかな。シンセベースでニューインストゥルメンツで、シェイプではなくて、違うやつを入れますね。ここでね、いろんなソフトシンセ、私このね、今 Mac mini 使ってますけど、この中にいっぱい入れてるんですけど、ユニバーサルオーディオのミニモーグ。これ入れてみようかな。ミニモーグをこれ選んで、いい音してますね。これもプリセットがいろいろ用意されてると思うので、ベース系。ベースがなんかいいのないかな。ベースの位置。もう来て、もう最初から。いい音してるね、これ。私も実機のミニモーグ持ってますけど。いい音してる。これで、じゃあ、入れてみましょうか。F でしたね。入りました。もう超かっちょいいですね。こういうのはね、あんまりコンタンツ私したくないんですね。これで。いいんじゃないの？
じゃあ、これにちょっとピアノっぽいメロディーも入れてみようかね。ラベルっていうこと、ピアノ言ってみましょうか。これも別売りですけど、ミニモグと一緒でね。またピアノがいいよすんのよ。ここは必ず選んでくださいね。こんなレコード状態にして。いい音だ。ちょっとこれ、録音してみますね。これでね。いきます。めちゃくちゃいい音じゃないですか、これ。はい。ちょっと頭のところがちょっと突っ込んじゃったのがあるので、ここだけ、ちょっとコンタイツ入れようかな。ピッと、こう合わせると。持ってるね、バッチリですね。という具合でどんどん録音していくんですけど、これにね、じゃあ、やっぱりユニバーサルオーディオ使うからにはですね、やっぱ生楽器も入れたいので、ギターを入れてみようかなと思いますね。シールドをこのハイ G のインプット、ギターマークがついてますけど、ここにもうつなぐだけで普通に音が出ます。で、もうこの普通に音が出てる状態なので、この状態でオーディオトラック、ニュートラックスでオーディオトラックを作りますね。そうすると、もうここにできましたね。録音状態にして、録音すればもうこのまま入ります。メーターも触れてるんで。で、せっかく、このルナ、ユニバーサルオーディオを使ってるんですから、ここのね、インサートのところにギターアンプを挟んでみようかなと。もう別にこれが楽しいんだよね。全く楽しいですね。マーシャルがあるんで、マーシャルのね、このブルースブレイカーズってのがちょっとかっこよくないですか、これ。これ。もう。もう超かっちょいいですね、これね。で、これも当然中にプリセットがいっぱいあるわけでしょう、当然。ありますね。なるほどね。いい感じじゃないですか。もう、完全ブルースって感じですね。デフォルトのやつでこれで入れてみようかな。普通にリズムバッキングでいこうかな。いきます。何回もできるからいいよね。いいんじゃない？という感じで録音していくわけですよ。これが、普通のトラックビューでしょ。で、ここを押すとね、このところね、ここね、押すと、これミキサーの画面になるわけですよ。ね、ミキサーの画面になるんです。じゃあちょっと、短い曲でしたけど、この間をループしようか。ね、ちょっとループさせますね、ここで。ですね。ここからこの感じで、この4小節をループ。
で、このミキサー上でミキシングしますね。いい感じですね。さて、ここでね、全体的にこのリバーブを先導で送りたいなと思うんですけど、これどうやるかというと、これよくできててね、このニュートラックスのところで、ここでオーディオかインストゥルメントかバスってのを選べるのね。バスってやると、ここでバスが来るんですけど、ここでリバーブにしようかな。リバーブ。で、OK ってやってやると、バストラックがね、ここにできました。今ここに来ましたね。ここに来ましたね。これ、こちらに、横に置いてもいいんですけどね。で、ここのところに、インサーションのところで、リバーブを入れます。リバーブもいっぱいあるんだけど、やっぱりこのレコーディングクオリティということで、ちょっとレキシコンのリバーブ入れてみようかな。これはいいよ、このリバーブは。もう最高にいいと思いますね。で、例えば、これで、ギターにね、さっきギターを入れたんですけど、ギターのオーディオのギターのところに、で、ここに先導ってあるんだよね。ここでもう今リバーブがいるので、これ選んでいきます。そうするとここに現れるんだよね。こうなるわけ。いい感じですね。一挙にいい感じになりますね。でね、これテープってあるんだけど、このテープ、そのテープレコーダーの感じをここでね、出せるんです。例えばスチューダーのテープレコーダーを全トラックに挟み込む。そうするだけでなんか一挙に音が生々しくなるんでね。いい感じでしょう。で、さらにコンソールのところにね、このサビングアンプってこのアナログのいい感じのやつ、それを、通すことで生々しさとかね、アナログのいい感じが出るんですけど、有名なニーブのサミングアンプ、これ、リバーブとマスターのアウト両方かけてみましょうか。もうこれだけでなんか音の生々しさが出てくる。ドラムにちょっとコンプレッサーとかチャンネルストリップみたいなのかけてみましょうか。例えばね、有名な、よくレコーディングスタジオにあった、ね、大きなレコーディングスタジオにあった SSL。これも憧れですね、みんなね、SSL のチャンネルストリップってね。これ。ドラムのトラックだけにこうかかってます。当然 EQ でここでまたかかりがいいんだよね、これ。で、ここではダイナミクスがね、こうかかりますね。こういい感じでね。なるほどね。なしとあり。全然違ってきますね、こんな感じでね。このモーグのベースには、また違った、これも有名
名なね、ニーブのこれね、このもういい感じになっちゃいますよ。これもうこれだけもうすぐに太くなるでしょ音が。そうでも DAW なんでここから先は、今4小節作りましたけど、ここから先も切り張りしてコピペしてどんどん作っていくとかね。素晴らしいです。これね、普通にルナを使ってると、今の作ってる曲のファイルっていうのは、もう自動的にセーブされてるので、安心してもう作っていけることができますね。よくできてるわ。MIDI も使えて、オーディオも完璧でしょ。やっぱ、こういうアポロとかね、こういうの使うことで、ルナ、ユニバーサルオーディオを使っているユーザーは、これを無償でダウンロードしてすぐに使える状態です。もうぜひ使ってみてください。よくできてます。ということで、ルナ紹介しましたけど、大きなポイントはね、で、ユニバーサルオーディオ、こいつのツインも、このサテライトもそうですけど、中に DSP が入ってる。デジタルシグナルプロセッサーが入ってます。で、こういう非常に高品位なプラグインっていうのは、ものすごい負荷がかかるわけですよ。それを CPU 側ではなくて、このインターフェース側にある DSP 上で全て処理をすると。なんで CPU には負荷を全くかけないという。ここがユニバーサルオーディオのこのプラグインの思想なんです。DSP です。この中で全部が処理しているので、もうサクサク動いてしまっているというね。これを使ったらね、もう後戻りできないですよ。ということで、今後の私の作品も、どんどんこれで良くなっていくんだ。なんか予感がしますね。もう超嬉しいです。ルナでした。